皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は日本の政治、大きなニュースが入ってきました。日米の関税交渉が妥結したというのです。さらには、この日米関税交渉の妥結に伴って、石破総理大臣の退陣の意向も報道され始めました。これから政局は大きく動こうとしています。この動画では日米関税交渉の内容についてと、なぜこのような時期に話がまとまったのか、そして次の展開についての予測もしておきましょう。まず最初に今回のトランプ関税、どのような話でまとまったのかについて解説しておきます。8月1日からトランプ関税 25% が課せられるといったような話で、これまでは来ました。もうすぐそのような時期に差し掛かるという今の状態において、関税交渉がまとまったと発表されました。新しい税率は 15% です。25% に比べれば 15% は当然のように下がるわけですから、交渉した甲斐があるというわけです。日経平均もこれに合わせて大幅な上昇を見せています。従来から比べると条件が良くなったことを大きく評価したものです。ただし、忘れてはならないのは、バイデン政権に比べればトランプ政権になってから加わってきたこの関税は当然のように重しとなります。ないよりはあった方が当然のように日本の輸出企業に対するマイナスの作用があります。ただ稼ぎ頭である自動車産業から考えてみた場合においては、現在の水準における為替相場から考えれば、新しいトランプ関税は十分対応できるものです。以前の日本円と米ドルとの交換レートは110から130円程度のラインでしたが、現在では140から160円ぐらいのレンジへと切り替わっています。つまり、円安が進んだことにより、新しい関税がかけられたとしても十分に対応できる水準なのです。一方で、じゃあ、すべての交渉がうまくいったかといえばそういったわけではありません。鉄鋼アルミ製品にかかる関税 50% は従来のままで確定しそうです。この点については、日米の貿易交渉とはまた別に行われていた日本製鉄による US スチール買収の話と絡んできます。アメリカのトランプ政権としては日本で作ったものをアメリカへと輸出するのではなく、この US スチールで大量に物を生産し、アメリカ国内の雇用も確保してほしいという考え方があります。ですから、従来通り高い関税を掲げたまま、日本製鉄による US スチールへの莫大な投資といったものを引き出そうとしているわけです。続いて、今回の関税交渉の決着内容について、選挙前もしくは選挙中に発表できなかったのかという問題について、おそらく石破政権としてはある程度の見込みが立っていたのでしょうが、当然最終決着していない段階では発表できるものではありません。そのため、選挙が完全に終わった後での発表になったのでしょう。この点については仕方ない面があります。また、懸念されていた問題点についてちょっと解決された部分があります。それはトランプ大統領が日本に対して求めていた農産物をもっと買えという話について、アメリカ側の要求を受け入れつつも日本側としては十分対応可能な内容にまとまりました。従来からある制度の中でアメリカの農産物を買う量を増やすだけという話です。日本は現在でもミニマムアクセス米といって海外からのお米の輸入を行っています。ただしそれは以前からあったもので、何も今回の話でいきなり出てきたわけではありません。このミニマムアクセス米では、アメリカ、タイ、オーストラリアなど様々な国からのお米の輸入を行っています。総量としては70万トンから80万トン程度で、その枠内での動きだけです。今回アメリカの要求を受け入れて、このミニマムアクセス米の枠の中において、アメリカ産のものを増やすという話でまとまりました。ですから、日本の農家に対して大きな影響が出るわけではありません。打撃を受けるのは、これまで買っていたタイやオーストラリアといった他の国々です。政治的な問題として、アメリカからの要求を受け入れつつ、日本の農産物にも悪影響を及ばさない、ある意味仕方ない話として、タイやオーストラリアに対して輸入量をほとんどゼロにするような話へとまとめたのでしょう。そしてトランプ大統領は今回の関税交渉の妥結において、日本から80兆円規模の投資を呼び込むことに成功し、それによって何十万人単位での雇用が生まれるといったことを成果として発表しました。その言葉には、9割方はアメリカの利益として吸い上げられるものであり、これこそまさにトランプ外交の成果だとしています。この話を聞くと、日本の投資が全部アメリカに吸い上げられてしまうのかと非常に憤る人もいるわけですが、これは残念ながら投資の形としては仕方ない面があります。というのも、日本の企業がアメリカに投資する際に、
アメリカで土地や施設、そして設備などを整えていって、そこで製品やサービスを展開して売り上げを上げていきます。従業員などに対しても給料は払うわけですし、その売り上げなどに対してもアメリカに税金を納めます。投資した額について、その全てを日本へと持ち帰ることは当然できないわけです。これは同様にして、アメリカの企業が日本に対して行うときも、どこの国でも同じことです。ただ、そのことをことさら強調されると、心象が悪くなるというのは、まあ仕方ない話です。何にしても、全体の構造としては、今回の関税交渉は、日本にとってはよくやったものです。というのも、アメリカに対して貿易黒字を掲げている国の中においては、最低水準の税率を勝ち取りました。これは間違いなく評価できるものです。では、なぜこのような日本にとってもそれなりに意味のある外交結果になったのか。これは日本側の頑張りだけで話は説明できないと私は思います。というのも、アメリカの政界の話をしなければなりません。現在アメリカにおいては民主党の批判派だけではなく、共和党内部においてもトランプ政権に対する批判の声が上がっています。それがエクスプタインファイル問題です。アメリカの富豪にエクスプタインという人物がいました。この人物は自分の所有している館や島において多くの女性を抱えて政財界や有名人など様々な人物などに対して女性をあてがってきました。それら非常に多く用意された女性の中には、日本で言えば小学校高学年や中学生レベルの非常に若い未成年の少女たちも非常に多くいたとされています。顧客リストの中には経済界のトップや現在の政界においても現役の人物などもたくさんいると言われていました。この事件そのものについては摘発され、エクスプタイン氏は逮捕されました。ところがこの人物自殺しました。顧客リストのその内容の重要性から暗殺されたのではないかという陰謀論も展開されました。そしてバイデン政権ではこの事件に関する全てのファイルは公開されず、一部秘密のままになっていました。このエクスプタイン事件と陰謀論の組み合わせというものは非常に強力にトランプ大統領を支持する人たちの心に刺さっていきました。それというのも、現在のアメリカ政権は影の政府と呼ばれるような世界を牛耳る組織によって構成されているのだという陰謀論があります。この影の政府には小児性愛者の人たちが非常に多いとされており、このエクスプタイン事件というのはそのような影の政府とつながった事件の話であるとされています。ですから、バイデン政権下では全ての資料を公開できないのだと批判もされていたわけです。さて、ここでトランプ政権の支持している人たちの中には、この批判を熱烈に行っている人たちがいたわけです。トランプ大統領であれば影の政府と戦ってくれる。だからこそバイデン政権下で全貌が明らかになっていなかったこのエクスプタイン事件については、全ての資料が公開され、全貌が明らかになり、まだ捕まっていない人物などについても次々と摘発されるはずだという望みが託されていたわけです。ところが、トランプ大統領が就任し、その政権下における捜査資料の精査においても、特にこれといって新たな資料の公開といったものは行われず、秘匿されていたものについてはそのまま秘匿されるものがほとんどという状況になっています。結局のところ、公開されていない内容としては、性売買に関わっていた人物たちの赤裸々な内容などが含まれていたこともあり、一般に公開するような内容ではないものが非常に多かったとされています。ただし、全貌が明らかになっていないというこの一点については、従来批判していた人たちにしてみれば、期待が完全に裏切られたわけで、トランプ大統領も同様にしてエクスプタイン氏の顧客リストの中に名前が載っていたのではないかという批判へと転じていくこととなります。この事件への対応に関しては、トランプ政権に対してもともと批判的だった民主党の支持者の人たちだけではなく、共和党の支持者の中にも対応が不適切であるとして批判する声が上がっています。トランプ大統領はこうした批判に対して一部の陰謀論者の言うことは全く的が外れており、そもそも私を批判している人たちはバイデン政権の流した陰謀論に流されているのだ。話をまともに聞いてくれないような人たちには、もう私を支持してくれなくても良いとまで言うような苛立ちを見せています。このようにアメリカの政界における問題といったものが発生している中においては、状況を変えるような政策の話が必要だったと思われます。今回トランプ大統領が日米交渉を急いだかもしれないと言われている理由というのは、このようなアメリカ政界の動きも関連している可能性があります。さて、ここから次の日本の政治の動きへとつながっていこうとしています。選挙で負けた後の石破総理は、日米の関税交渉がまとまるまではやめることはできないし、防災問題もあるし、
政治空白を生むわけにもいかない。だからこそ今続投するのだというような意思を表明していました。しかし、今回の日米の関税交渉の妥結に伴って一つ大きな節目を迎えることとなりました。石破総理大臣は周囲の人物に対して退陣の意向を表明したと言われています。ここから正式に日米間の貿易交渉の締結書の署名などが行われるような手続きが始まります。そのようなものが終わった後の段階において、自民党の総裁選といったものが行われる可能性が急浮上しました。ただし、現在の衆議院参議院どちらも自民党公明党は少数与党であり、野党が全て反対すればなかなか総理大臣が決まらないといった状況も生まれかねないところです。それだけにこれから先の展開としては非常にいろんなパターンが考えられるわけで、自民党の総裁選がどのような決着を迎えるのか、そして新しい総裁がそのまま総理大臣になることができるのか、ここから先の政局は非常に注目すべき動きが起こると見られます。というわけで今回の動画はここまで。日米の関税交渉の妥結という大きなニュースが入ってきました。これを引き金として日本の政界でも石破総理大臣の退陣という動きが始まろうとしています。あなたは今回のニュースを聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。情報の整理整頓更新に役立ったなと思われる方は、ぜひともチャンネル登録し、他の方にもお勧めしてくれると嬉しいです。また役に立ったなと思われる方は、評価ボタンのクリックに加えてスーパーチャットのご利用もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。